ます。鈴川彩子です。ひたちです。聞いて。本日はこちら、プラレールの新しい駅と古戦橋で遊んでみたいと思います。久しぶりにこの単品でのね、このちっちゃめの駅、そして古戦橋がリニューアルしました。で、しかもね、今回はつなげよう組み替えプラレール駅とこちらつなげよう組み替え古戦橋ということで、どちらもつなげよう組み替えシリーズになるのかしら。つなげよう組み替えプラレール駅とこのつなげよう組み替え古戦橋、これがねつなげることができるんですね。駅だけでなんと3通りの遊び方、3種類の駅が作れちゃうわけですね。じゃあちょっとね1個ずつ開けていきましょうかね。じゃあまず駅の方からいきる。落ち着いて、なんか駅だ。落ち着いて、もうなんかもう駅や。って書いてある。ジョイントパーツがついてます。お、そんな感じ？ここさ、つなげる長いホーム。そういう時のやつですか。赤いところで言ったらそう連結みたいに。これが対向式ホームになるわけですね。そしてこれ抜くときはどうやんだ？こうか。で、シールが入ってた。こっち側シールが入ってた。こっち側でやると島式ホーム。できた長いホーム。簡単。すごい秘密があって。待って。ちょっと待って。まず一回くっつけるね。ね、ちょっとさ、ここになんか書いてる。そうなの。なんとこれゴーストップでこの連結、このくっつけたところがこのストップレバーになってて、しかも今これ上から見たらわかると思うけど、ほら同時に2線同時に操作ができちゃうの。で今これ島式ホームにしてるけど、よいしょ、ちょっといい？これほら対向式ホームにしてもこの外側に今度はね出てくるんだけど、ほら同時それぞれでね操作したいっていう人ももちろんいるかもしれないけど、これで一気に同時に操作できるとね迫力出るよね。で今回ですね、私同じものを2セット、買っていて、これもっと隣行けるのかなっていうのでちょっとやってみたいと思います。こういうことよね。うわちょっと待って、やば。全部いく。ほらやっぱりもうこれ無限にいけますきっとこれね、特にだって別に電池で動いてるわけじゃないし、本当にこの原始的なつながってさえいればちゃんと反応するわけだから、今ちょっと私ね2セットしか買ってないので、だから4面なのかなね、4線になってるわけですけど、とにかくこれ全部つなげられる限りはいける気がします。そうだよね。ほらこれで片側だけ、片側だけ止めとけば、向き同じになっちゃうけど、ほらこっち側をストップにしてこっち側を5にするっていうのはちょっとできなくなっちゃうから、基本ねこの走行の向き的にはこっちがこうでこっちがこうなんだけどみたいな、ちょっとそういうねもどかしさはありますけど、でもね同じ向きでよければどっちもこっちで止めることが。こんな感じでちょっとね特に足の間の溝があるとかそういうわけじゃないので、ちょっと自分でねこう安定させてね座らせるって感じですね。特にカチッとはまったりはないです。よいしょよいしょ。いいじゃん。こっちでもいけます。こう長いホームにしてこの対向式、ちょっと新幹線みたいだね。真ん中にさ通常のさレール敷いちゃったりして通過線とか作ったら本当に新幹線になるよね。1番出口市役所商店街スタジアム、2番出口ミュージアム公園小学校。なんかもう本当にプラレールの街がねどんどんねこれでまた広がりそうですね。さあそしてお次はこちら、つなげよう組み替え古戦橋。なんかパーツが分かれてる。そうだね。組み替えって書いてあるでしょ。それはだから単線と複線が、でもさ単線と複線をこの一つのセットで作れるっていうのがすごいね。階段の向きを自分で好きにね付け替えられるんだって。そうじゃない？そうだ2通りできちゃいます。この段差ちっちゃい階段を前にするのか、それもこうくっつけちゃってちょっとシンプルにというかね。こ
これで完成です。単線用のお線香できました。ここ取って、ここにプラキッズを、あ、ここほら見て、溝があるよ。この溝ってさ、つまりはさ、プラキッズのこうだ。そうそう、足の間立てられるんじゃん。4人立てられるかな、最高で。足のこの足用の溝は4つありますね。出まーす。あ、見える。てっちゃんが全然見えない。これ左右の2人ちょっと見えにくいかな。このままですね、続きで伏線用に組み替えられるということなのでやっていきます。この外側にこう乗せてたんだけど、このね、今度は内側の方に乗せるんだって。あ、でも確かに全然広さが違うね。ほんとだわ。これがつくと。おお、すごい。確かにこれ伏線ですね、サイズ。ちょっと見た目的にはついてた方がいいけど、取っちゃっても OK。はい、今ちょっとね、2セット目をね、開けましたけど、これ1個だから土台が1ついらないんだね。ここ、さっきのこの1セット目のここと、ここをつなげると、おおすごい。おい、できました。おお。これね、またこの駅が本当にすごいね。ほら、今までの駅って結構、この幅がね、あったから、まあ、伏線でこう置いちゃうと隣にねちょっと干渉しちゃうってことがあったんですけど、この土台見ても分かるようにちょうどこの土台の半分のサイズになってるから、だからこれ今私ね2セットしか買ってないんだけど、多分あと2セット買ったらこっちに、だからもうこれを取っちゃえばいいのか。今こういう形ね。まあだから伏線が2つあるわけですね、こことここに。でなんとこれがじゃじゃん、ぴったりのサイズ。この駅のこのホームからこの跨線橋のこの土台がもうほとんど見た感じだと同じサイズです。2つのね、2つのサイズ。逆にこの今これ片側になってるけど、これがちょうど半分ぐらい、半分になってます。もうこれだけですごい大きい駅じゃないね。こんな立派な跨線橋と駅もね、ホームもこんなにたくさんあって4線連動できますから。逆に言うとわざとね分けることはちょっとできませんけど、こうつなげちゃうと。でもまあ一気にこれ同時発射なんかもねできるわけですよ。さあレイアウトが完成しました。じゃじゃーん。そう、新しい駅と新しい跨線橋ですが、こんな感じでね、すごくね組み替えが、特にねこの跨線橋に関してはほんと階段の位置とか付け替えるのがねすごく自由が利くので、これすごいですよ。本当にいろんな形自由自在。まあ伏線単線それだけじゃなくてね、どういう形にしようかなっていうのがすごく変えられます。で駅の方も、今回2セットね、持ってたので、この長いホームにして、しかも島式のねホームで、やってみました。3、2、1、出発進行。同時、すごーい。見て、ほぼ並走してる。ほんとだ、ほんとだ。具体的にこう電気とか形、あ、ちょっとカーブの坂ね。いいじゃん。待って、もう危ない、しっかりされた。あ、通過でーす。プラキッズもやっていいよ。ここにさ、ほら、いっぱいさ、屋根開けてさ。うん、そうだね、駅にも。わー、すごい。すごい、あれ、バイバイ。駅いいわ、やっぱり。ねえ、なんかさ、全然さ、違和感がないね。コンビニは休み。みんな見てるね。コンビニは一応休みだから。あ、手あげてる。休みなんだ今日。いいな。朝みたい。朝みたい？どうせこれまあ開けといてもいいよね。まあ閉めてももちろんこの隙間、窓のさ、おー、大丈夫？窓のところからさ、なんとなくみんなが見てるねって感じがするけどね、その方がちょっとリアルだね。みんながみんなこの、見て。あ、いいじゃんいいじゃん。これで、蓋は閉めれないかな。屋根はちょっとつけれないか。おー、みんなめっちゃ見てる。めっちゃ見てる。何のお祝いだろうこれ。ね、そうだね。しかもみんな同じ方向向いてるとちょっとなんか怖いね。いいサンゴの。お祝いしてる。横須賀総武快速お線の。祝い。ほらー、行くぞー。いて。ボール待ってる。入ってる。みんなやるぞー。プレー。
と止めてみようかな。うんガチャーン。あ、乗れる乗れる。じゃあね、隣の方にになってる。自動販売機で何か買ってる。いいな。お茶欲しい。あったかいお茶欲しい。僕たちは。オッケー。お茶お茶。僕たちはリンゴジュース。リンゴジュース。さあ、ちょっと組み替えてみました。なんかすごいことになっちゃったよ。まずホームを長いホームの対抗式縫いしてみました。そして、古線橋ね、さっきこれ、2つ横につながってたんだけど、もうちょっとバラバラにして、ね、それぞれホーム、駅の両端につけてみました。いきまーす。駅とさ、ホームとさ、古線橋の色味が合ってるから一体感があっていいね。これ合わせて駅みたいな感じでね。えさっきの島式本部も良かったけど、来ますよ。あ、そうだ。来ます。あれ、聞くときがきだ。聞くときがき。撮ってるか。じゃあ、1、2、3数えたら発射しよう。なんだよ。いいよ。さあ、また組み替えてみました。対抗式なんだけど、これそれぞれ今ね、ここくっついておりません。この向かい合わせでね、この真ん中の2線、ここを通過線にしてみました。なのでまあね、ちょっとこう新幹線の車両、夢のこのね、歴代の東海道新幹線車両なんかを並べてみました。3、2、1、出発進行。まずそれぞれ真ん中の通過線から発射していきました。いける？これいける？外側も行きました。これポイント大事だからね。皆さん。走る。さあ、ポイント変えます。1本取ったらポイント変える。ここはね、大丈夫。勝手にね、行くから。はい、通過車両が通ります。通過してからカエルでか。オッケー。ピコー。500件も走らせたい？いいよ。なんかあそこで大変。事故だ。通過線でいいのかこれは。とりあえず通過させとこう。別にどれが通過してもいいや。2本とも通過線いっちゃった。走らせてちょっとね、じゃあどれかと入れ替えよう。線路2本までだったら通っても大丈夫よ。ほら。スタート。ね。オッケー。500件？オッケーって言ってるの？心地にしてるから光るのがいいよね、ちゃんとね。あと赤く。あとさ、あれもだ、L700 にしてほんとだ。N700 もね。心地、どういうこと？どういうこと？時は正義登場で。僕は見て。これで順番通りオッケー。いいんじゃない？オッケー。よかったわ。一大事を免れた。いいね、これ。これさ、自動切り替えのやつにしたらいいんじゃないの？うまくそこは無理か。早いな。もっとやって。バスが通ってる。通過車両が行ってからスタートしてね。ちょっと近くない？さあ、また組み替えてみました。こちら標逆を使って高架の駅にしてみました。より新幹線っぽい。そして古線橋もですね、ちょっと2パターンやってみました。まずね、1つ目がこの駅のねところを支えている橋脚にくっつけて、こんな感じでホームにつながる階段のようなね、これいいですね。今までなかなかこういう形になるのがなかったからさ、地上とのこの高架駅のね、アクセスじゃないけど。そしてこちらが
がですね、線路の横に、無理やり橋脚を並べて、でちょっとね一箇所ね、ここなんかうまいこと支えられる場所がありました。特に橋脚にがっつりカチッとねはまってるよってわけじゃないんだけど、一箇所ねすごく安定する場所があったので、この長い方の複線橋脚の方ですね、ダブル橋脚かな、その上にそれぞれ乗せてね、こんな感じでもできるっちゃできます。見た目的にはね立体的なレイアウトになってすごくいいなと思いました。もちろんね高架にしてもじゃじゃーん、こっちじゃないか、これはこっちです。でもそう思ってたら次が来ちゃう。こんな感じでね、ストップは今ねこの対向式のホームにしてるので、左右ね同じ側が止まっちゃいますけど、うまいことこう自分でね操作をしたらなんとなくそれぞれ独立しているようにも見せることができます。前で止まって発車、今度は反対側が前で止まってもうちょっとなんかできそうな気がする。特にこの跨線橋とかね。でもこれ橋脚で高架にできるのはいいですよ、駅。ということでいろいろ組み替えてつなげて遊んでみました。新しい駅と跨線橋、すごくね久しぶりのリニューアル、大幅リニューアルということでね、もちろんこれまでのね駅とか跨線橋も今見るとちょっとねレトロでいいなって思うんですけど、レイアウトの幅が広がるようなね情景が登場したので、ぜひぜひ皆さんも、買って遊んでみてはいかがでしょうか。もっと買ってここはい、ということで以上、プラレールつなげよう組み替えプラレール駅と組み替え跨線橋